こんにちは。フォトクリエイターの花房ひろえです。今日は写真をボタニカルアートとして仕上げてみましたので、その撮影方法から仕上げまでをシェアさせていただきます。では早速撮影方法からスタートです。ボタニカルアート用には被写体全体にピントが合っている写真が必要です。そのため要所要所ピントの位置を変えながら複数枚撮影します。撮影した画像を合成していきます。今回は7カット撮影しました。この7枚をPhotoshopのレイヤーとして重ねて開きます。ブリッジをご利用の方はすべてを選択してメニューバーのツールからPhotoshop、ファイルを Photoshop のレイヤーとして読み込みへと進みます。Lightroom Classic をご利用の方は合成したい画像すべてを選択し、メニューバーの写真から他のツールで編集、Photoshop でレイヤーとして開くへと進みます。シームレスに Photoshop へと移行し、画像が1枚ずつレイヤーとして開かれていきます。はい、7枚の画像がレイヤーパネルに表示されました。まず画像を整列させて微妙なズレを補正します。7枚のレイヤーすべてをアクティブにして、メニューバーの編集からレイヤーを自動整列に進み、自動設定を選んで OK で確定します。整列はすぐに終了します。そのままの状態で今度はメニューバーの編集からレイヤーを自動合成を選びます。画像スタックをオンにし、下の2つにもチェックを入れて OK で確定します。パノラマが横に合成されるのに対し、スタックは重ねる合成になります。しばらく時間がかかりますが、それぞれのレイヤーからピントの合っている部分を抽出して1枚の画像にまとめてくれます。はい、最上段に統合された画像が新しく作成されました。それぞれのレイヤーの分担を確認してみますね。なかなか興味深いですよね。拡大してチェックしてみます。ここの茎はピントが甘いですね。残念。ここは OK ですね。葉っぱもそこそこ取れてますね。このちっちゃい葉っぱめっちゃ可愛いですね。パーフェクトではありませんが、よしとします。統合された画像レイヤーだけを残して、以下の7枚のレイヤーはもう不要なのでゴミ箱に移動して削除します。統合された画像を使って被写体を切り抜いていきます。まずトリミングして背景の余分な部分をカットします。切り抜きツールを使って自由なサイズでトリミングしたいので、オプションバーの消去をクリック。この消去ボタンは前回切り抜きツールを使用した時の設定が記憶されているので、その記憶を消去するという意味合いのボタンです。では被写体を切り抜いていきます。切り抜くためには被写体と背景を区別する必要がありますよね。被写体を自動認識する方法にはいくつかあります。
1つ目はプロパティパネル内にある背景を削除を使用して一気に背景をマスクする方法。2つ目は選択とマスクを使う方法。3つ目は被写体を選択で選択範囲を作成した後、手動でマスクを作成する方法です。いずれも優秀な機能ですが、小さな谷間が取り残される傾向があります。試しに一番繊細に選択範囲を作成してくれるクラウドを使った被写体を選択を使ってみます。やはり今回は手動で背景の選択範囲を作成していく方が良さそうです。単純な色の背景側の選択範囲を作成していきます。色を基準に選択してくれる自動選択ツールを使用します。オプションバーで同じ色だと判断する許容量を約10に設定。数値が大きくなるほど幅広い色をクリックしたピクセルと同じ色だと判断します。この数値の決め方は経験値です。オプションバーの追加ボタンをクリックして有効にし、選択漏れしているところをどんどんクリックして追加していきます。選択の過不足を拡大して丁寧に確認していきます。いい感じに選択されています。ここはスタック合成がうまくいってないですね。修正が必要です。ほぼ選択範囲の不具合はなさそうなので、選択部分のマスクを作成します。選択範囲の点々の真下は選択範囲外なので、選択範囲を拡張しておきます。メニューバーの選択範囲から選択範囲を変更、拡張へと進み、まず2ピクセル指定してみます。拡張しすぎでした。1ピクセルに変更してみます。1ピクセルでも多いようです。こんな時は様子を見ながら境界線の位置を変更できる選択とマスクの編集機能を使います。自動選択ツールのいずれかを選んで、オプションバーに選択とマスクボタンを表示させてクリックします。はい、選択とマスクの編集画面に移行しました。やはり白い縁が残っていますね。画面右、編集パネル内のエッジオシフトの調整レバーを使います。赤い選択範囲の領域を拡張したいので、プラス補正です。今回はプラス100でもまだ白い縁が残っていますが、限界なので OK とします。ついでに修正できるところは修正しておきます。現在表示倍率が 352% となっているので、ここまで細かく行う必要はないですが、見えているので気になっちゃいます。
今回選んだ花が繊細すぎましたね。慣れないうちは大きな花びらを持ったシンプルな花を題材に選ぶことをお勧めします。全体を再チェックします。いい感じですね。綺麗になったので出力先を新規レイヤーマスクありを選択して OK で確定します。おっと、逆でした。マスクを反転します。レイヤーのマスク側をアクティブにするとマスクのプロパティが表示されます。反転ボタンをクリックします。はい、マスクが反転され被写体が表示されました。元の画像レイヤーはもう不要なのでゴミ箱にドラッグして削除します。背景にベタ塗りを追加して見やすくし、輪郭線を補正していきます。レイヤー下の丸いボタンからベタ塗りを選びます。表示されたカラーピッカーで白をクリックして OK で確定。追加されたベタ塗りレイヤーをドラッグして下に移動させます。白い背景になり見やすくなりました。背景が透明の市松模様だった時には見落としていたところがありそうなので、もう一度確認していきます。不具合を発見しました。まだマスクが残っているので、追加表示させたい部分は描画色白、隠したい部分は描画色黒のブラシで塗っていきます。マスクを操作するので、マスクをアクティブにしてから操作していきます。こうしてみると、茎や葉にある産毛のせいで輪郭線がガタガタしています。ツルツルにならない程度に修正していきます。修正完了です。マスクはもう不要なので、マスクだけをゴミ箱に移動して削除します。警告が表示されますので、適用を選択。マスクで隠されていた部分の画像ピクセルだけが消去されます。仕上がりサイズに合わせてカンバスサイズを変更します。メニューバーのイメージからカンバスサイズへと進みます。今回は A4 サイズにプリントして仕上げていきます。基準位置は中央、幅 210mm、高さ 297mm と入力します。単位はミリです。単位を見落としがちなので気をつけます。OK で確定。画像がはみ出すので切り取られますと警告されますが、恐れず続行を選択します。画像は見えていないだけで全て残っていますので、バウンディングボックスを表示させて画像をいい感じに縮小します。バウンディングボックス表示は Mac の方はコマンド T、Windows の方はコントロール T です。花の傾きも調整しておきますね。こんな感じですかね。こんな感じでいかがでしょう。花を中心に明るく補正していきます。レイヤーパネル下の丸いボタンからトーンカーブを表示させます。指スイッチをクリックしてオンにし、明るくしたい花の部分をクリック。そのまま上にドラッグまたは
トーンカーブに追加されたコントロールポイントを上にドラッグしていい感じの明るさに調整します。茎や葉も同時に明るくなりますが、今は花にだけ集中して調整します。次に明るくなりすぎた茎と葉をトーンカーブのマスクを使って明るさを戻します。マスクをアクティブにします。茎と葉にかかったトーンカーブの効果を隠したいので、描画色は黒。ブラシを持ってブラシの硬さ約 50%、不透明度約 50% で少しずつ塗っていきます。穂先の大きさはキーボードのカッコキーを使用して調整します。カッコキーを有効にするにはブラシパネルは閉じておきます。明るさを戻しすぎた場合は描画色を白に切り替えて塗り戻します。何度でも非破壊で調整可能です。不透明度を微調整しながらいい感じの明るさを目指します。モノクロを追加してグレイッシュな色調にしてみたいと思います。レイヤーパネル下の丸いボタンから白黒を表示させます。葉の部分を中心に明るいモノクロに調整していきます。白黒の調整パネルでは元画像が持っていた色別に明るさが調整できます。この操作は探りながら調整していくという作業になります。レバーを動かしても変化しない場合は、その色を持っていなかったということなので無視します。必ずどの色かで大きく変化しますので、その色を中心に丁寧に調整していきます。葉の部分はいい感じになりました。花も調整してみます。花はブルーなので、ブルーのレバーで調整します。こんな感じですかね。次は白黒のマスクを操作して色をじわーっと戻していきます。今回の作品作りのハイライトです。描画色は黒。ブラシを持ってブラシの硬さ約 50%、不透明度約 20% で様子を見ながら色を少しずつ蘇らせていきます。目指すイメージは足元はモノクロで上に行くに従ってだんだん色が入ってくる感じです。白黒で作成したグレーを残しつつ色を戻していきます。抑えた色調を大切にしたいです。色を戻しすぎたと感じたら、描画色を白に切り替えて塗り戻します。こんな感じかな。検証してみます。モノクロが少し暗めかな。白黒パネルで明るさを再調整します。葉っぱはこれで OK ですね。もう一度検証してみます。花の明るさを少し明るくします。カラー画像の調整なのでトーンカーブです。OK。最後に花の名前を入れます。テキストツールで花の名前を入力していきます。この花はギリア・レプタンサと言います。テキストツールは自動的にテキストレイヤーが作成されます。
調整レイヤーの影響を受けない最上段に配置しておきます。フォントの種類や色はプロパティパネルで設定します。カラーの四角をクリックするとカラーピッカーが表示され、自由に色が選択できます。カラーピッカーが表示された状態で画像内をクリックすると、その色を採取できます。色に迷ったら画像内の一色もしくはグレーがおすすめです。移動ツールに持ち替えて全体のバランスを考慮しながらサイズや位置を調整します。文字の大きさは様子を確認しながら拡大縮小できるバウンティングボックスを使う方法がおすすめです。完成です。